皆様こんにちは、カズマサのチャンネルへようこそ。こんにちは。レイム、いきなりだが、今日はカタールへ飛ぶぜ。カタール、ワールドカップで有名になったよね。めっちゃお金持ちなんだよ。マリサも狙いはそこなの？そうじゃない。確かにカタールは世界一豊かな国の一つだ。一人当たり名目 GDP が約7万2000ドル。2024年の IMF 推計によるものだぜ。約7万2000ドル？すごいね。世界有数だよ。経済的にとても成功している国なんだぜ。でも、そんな豊かな国で何か問題があるの？成功の陰で、外国人労働者の人権侵害や劣悪な労働環境が、長く国際社会から批判されているんだぜ。なるほど。外国人労働者が今日のテーマなのね。奴隷扱いのようだと書かれていることは多い。そもそも外国人労働者が多い国なの？多いどころじゃないんだ。総人口は約300万人で、カタール国民は約1割だけだ。残り約9割が外国人居住者、つまり労働者とその家族なんだ。2024年時点のデータだぜ。カタール国民が約1割なの？完全に逆転してるんだね。そうなんだ。現在の日本の移民問題とは、構図が大きく違う。外国人が圧倒的多数の世界を見てみよう。外国人はどんな仕事をしているの？建設業、サービス業、家事労働などが多い。それで、なぜ豊かな国で奴隷のようになるの？いつも通り、原因を3つに絞って分析してみよう。どんな原因？まず、カファラ制度と労働法の不備。次に、外国人労働者の弱さと劣悪な環境。最後に、カタール市民と外国人労働者の待遇格差だぜ。まず一つ目のカファラ制度について教えて。カファラ制度は、湾岸諸国で広く採用されてきた制度なんだ。外国人労働者がカタールに入国して就労するためには、カタール人の雇用主がスポンサーとなって保証人になることを義務付けていたんだぜ。保証人って、どんな役割なの？この制度の下では、外国人労働者は雇用主の許可なく転職したり、出国したりすることが事実上不可能だったんだ。なるほど、そうか。雇用主が転職も出国もコントロールしてたのね。パスポートを雇用主が保管する事例も多くて、それは違法なんだけど、慣習化していたんだ。労働者は自身の身柄を雇用主に握られている状態だったんだぜ。それは移民労働者の扱いが下がっていくね。労働者は低賃金、長時間労働、劣悪な住環境などに直面しても、雇用主からの報復が恐ろしい状態。具体的に教えて。低賃金の長時間労働が、1日22時間以上続いても、逆らえないというイメージだ。1日22時間以上？それじゃ体壊しちゃうね。国際社会からの強い圧力と、2022年 FIFA ワールドカップを睨んで、カタール政府は2019年から2020年にかけて労働改革に乗り出したんだぜ。何が変わったの？雇用主の許可なく転職することや、国外へ退出することが原則可能となったんだぜ。転職や出国が自由になるのは大きいね。最低賃金は？政府データによれば、最低賃金も導入されたとされている。されているってどういうこと？考えてみてくれ。国内人口の9割が移民労働者なんだぜ。そう簡単に変わるわけがない。それはそうだよね。海外からの圧力で労働改革をやっても、現場はそう簡単に変わらないよね。実際には、雇用主が転職を妨害したり、出国許可を拒否したりするケースが依然として報告されているんだ。それがカタールの現状なんだね。さらに、家事労働は労働法の保護対象から除外されている場合が多く、特に深刻な搾取にさらされ続けているんだぜ。家事労働って、メイドさんとかのこと？なんで除外されているの？カタールの労働法が、主に建設やサービス業を対象にしていて、家事労働を別扱いしているからだ。家庭内労働だから、規制が及びにくいんだぜ。具体的にはどんな感じ？2021年のアムネスティインターナショナルの報告書によると、家事労働は月給3から4万円程度、週7日、1日25時間以上の労働と暴露されている。ここら辺が実態だろう。厳しいね。休みなしで、毎日15時間働いて、お給料が月に3から4万円。奴隷労働と言われても仕方ないね。そうなんだ。カファラ制度の改革はまだ始まったばかりだ。ねえ、マリサ、カタールで外国人労働者が奴隷みたいに扱われる理由の2つ目は何？インド、パキスタン、ネパール、バングラデシュ、スリランカなどの出身者が多い。経済的に弱く、権利主張も弱い。社会的に守られにくい立場だ。なるほど、具体的に何が起きてるの？まず、建設現場での死亡事故の実態から説明するぜ。建設現場の死亡事故？実際に人が亡くなったの？2022年 FIFA ワールドカップの開催に向けた建設ラッシュが起きた。
建設ラッシュって、スタジアムとかインフラを急いで作ったんだよね。そうなんだ。急激すぎたんだよ。2021年2月のガーディアン紙によると、ワールドカップ開催地に決定して以来、労働年齢の外国人少なくとも6500人以上がカタールで死亡したと報じられているんだ。少なくとも6500人以上が死亡？多すぎない？この数字は労働年齢人口の全死亡者数で、直接的な労働災害による死亡者数じゃない。どういうこと？熱中症、脱水症状、過労が多くの死に間接的に関与した可能性が指摘されているんだ。建設現場の労働災害だけで考えると誤解してしまう。なるほど、そういうことか。環境がひどすぎたんだね。死亡診断書には自然死急性心不全呼吸不全などと記載されることが多く、死の死因が十分に調査報告されていない。ひどい状態だね。金銭面でも、給与の未払いや遅延が起きている。ひどいよ。過酷に働いて、給料が出ないの？2020年のアムネスティインターナショナルの報告書で、数百人もの労働者が数ヶ月にわたって給与を支払われず、生活に困窮している事例を多数報告している。世界有数のお金持ちの国で、そんなことが起きているって知らなかったよ。重要なのは、この問題がワールドカップ終了後も続いている点なんだぜ。ワールドカップは2022年に終わったよね？終了後も続いているの？2023年の報告書では、大会後も賃金不払いや、仕事がないのに無給で待機を強要されるケースが報告されている。大会後の経済減速がこの問題を悪化させている側面があるんだぜ。パリ五輪の動画の時にも出てきたけど、華やかなスポーツ大会の裏側でいろんなことが起きているね。昔のように経済効果を単純に考えられない。住環境も極めて劣悪だ。多くの労働者は、過密で不衛生な寮に押し込められているんだぜ。過密で不衛生な寮？どんな感じなの？一部屋20人以上が生活することも珍しくなく、適切な換気や衛生設備が不足している。当然、疾病のリスクが高い。これは、完全に人権侵害だね。逃げられないの？カタールで働く外国人労働者の多くは、バングラデシュ、ネパール、インド、パキスタンなどの途上国出身者なんだ。カタールでお金持ちになれるわけでは、ないのよね。多くの場合、彼らは高額な手数料を仲介業者に支払い、多額の借金を背負ってカタールに入国する。みんなそうなの？2017年の国際労働機関 ILO の調査では、ネパール人労働者の約85%が、カタールで職を得るために借金をしていたと報告されているんだ。ネパール人労働者の約 85%？ そうか。ネパールの動画も作ったけど、自国の通貨が弱いものね。この借金返済のために、彼らは劣悪な労働条件を受け入れざるを得なくなり、実質的な債務奴隷状態に陥る。でも労働法は改正されたんでしょう？法改正後も根本的に変わってないんだよ。例えばワールドカップ期間中に警備員として働いたガーナ人労働者は、就労のために支払った手数料の借金を大会後も返済し続けている事例が報告されているんだぜ。ワールドカップのために働いて、その結果、借金を背負うことになったのね。法的知識の欠如も問題で、労働法を知らないから、権利を主張できないんだ。具体的にどんな感じ？転職の権利や、給与請求の方法などだぜ。出身国で教育が十分でない人も多いんだ。なるほど。それでますます働く側が弱くなっていくのね。外国人労働者も様々だが、ワールドカップのような華やかな話の裏側には、残酷な話が多い。そうだね。ねえ、マリサ、カタールで外国人労働者が奴隷みたいに扱われる原因の3つ目は何？カタール市民と外国人労働者の間に存在する格差から話そう。カタール市民って、どんな人たちなの？カタールは、その莫大な天然資源、特に液化天然ガス LNG の輸出によって莫大な富を築いているんだぜ。聞いたことがあるよ。すごい利益が出ているんだよね。この富は、国民であるカタール市民に手厚く還元されている。彼らは所得税が非課税であるだけでなく、無料の医療や教育、住宅補助など、充実した社会保障制度の恩恵を受けているんだ。所得税も保険料もいらないの？全部無料で、住宅補助まであるの？すごくない？そんな人々が総人口の1割なんだ。これまで資源の呪いをいろいろ取り上げてきたけど、今回のはちょっと違うね。資源の呪いは、産業の多角化が普通より遅れてしまうことがテーマだ。ところが、カタールは資源から生まれる利益を、しっかり自国民に還元している。それは問題なの？自国民への還元が、資源輸出以外の産業を育てれば成功だ。発展ルートに乗る。ところがあまりにも福祉偏重で配ると、国民は働かなくなる。
単純なスーパーのレジ打ちのような仕事も、自分たちの仕事ではない、外国人を雇おうと考えるようになるんだ。総人口の1割がスーパーリッチというのはよくあるけど、カタールは優遇策が極端なのね。一方、外国人労働者の境遇は大きく違う。具体的に教えて。外国人労働者の最低賃金は、約4万円程度。そこがずっと上がらない。つまり生活費は高いのに最低賃金がずっと抑えられている。カタールは物価が高いの？高い。食費や家賃がこの賃金じゃ足りないんだ。このような構造的な格差と、外国人労働者を使い捨てる風潮がセットになっている。使い捨て。怖い言葉だね。外国人労働者が増えると、犯罪者グループを形成することがよくある。そこで劣悪な労働環境を作って、定期的に入れ替える。そうか、外国人労働者の負の側面は当然あるから、次々入れ替えるシステムになっているのね。2024年にはカタールの諮問評議会が、労働者が国外退出する際の雇用主の許可を、再び必須とする法案を提案した。ワールドカップをきっかけにできた労働法をもう一度見直そうとしている。逆戻りするの？ここにカタールの本音が見え隠れする。外国人労働者は犯罪者集団にも変貌しやすい。だから彼ら彼女らをコントロールするために、パスポートを握り、最低賃金を抑えて、長時間働かせる。その上で、使い捨て、入れ替えをやるのね。人権上はひどい話だけど、9割が外国人労働者の世界が見えてきたよ。単なる企業の利益以上に、自国文化と治安維持がテーマだろうね。日本はよく平和ボケなんて言われている。日本のように緩すぎてもダメで、カタールのように締め付けすぎてもダメ。難しいね。カタールは極端だが、外国人労働者というのは増える。お金のある国ほど高齢化しているからね。賢い労働法が求められている。世界共通の悩みだね。アメリカ、ドイツ、アジア、アフリカと、いろいろ移民問題を見てきたが、これからも続けていこう。そうだね。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。